それいらないガツくないから。はい。どっちディスタンス日本記録を更新された吉井選手にお越しいただきました。素晴らしい。どうですか？更新っていうか、まあ、その日本記録を取ってから少し経って、なんか周りの反応とかありましたか？いや、たくさんの人からいろいろ LINE とかもらったりしてるんで。一般的にこのドッジビーというディスクスポーツのディスタンスの飛距離は大体30メートルを超えると、まあ、すごいとかね、言われる距離、約11年間も記録を破っていなかったらしいです。そのもともとあった34メーター、98メートル。今回、何メートルですか？覚えてますか？自分の記録。はい、36じゃあ8メートル36そんぐらい伸ばし約、まあ、大体4メートルぐらいね伸ばしたっていうことです。今回ですね、先ほど別の動画にもあったんですけど、主催者側のね、感想もいただきましたので、ここで合わせてご紹介しようと思います。正直言って驚きです。予選を終わった時点で32メーターを投げて決勝に残ることができない。予選のラインがそのぐらい高かったんですね。でオープン部門を見て日本新記録への、期待は高まってました。レディース部門で男性記録を抜いた35メートルが出たり、まさかオープン部門とはいえこの大会で38メートル級のスローが出るとは思いませんでした。大きな違いとしてはこれまで主流の270、このサイズですね、基本的に使われている、それも270、この直径のサイズなんですけど270、はい、直径の270から230、ですけどこの記録で出したんですね、日本記録を、はい、実際230を使用する選手が増えたことだと思います。パワーだけではなくスナップとカップ、スナップですね、スナップとあとディスクのカップ、タイミングなど全てのバランスが揃わないとこのようなスローは出ないと思います。ディスタンスは新しい時代に入ったと思います。こう感想いただきました。今回はその記録更新について解剖していければなと思います。まずですね、ディスクの持ち方についてどう持ちますか？大体基本2種類、この持ち方とこういう持ったりする人、投げたかディスタンスの普段もこうです。270だけちょっとこうしようかなと思ったんですけど、やっぱ最後こっちだけなので。じゃあ記録出したときはこの持ち方、はい、普通に持ってもらって人差し指を添える。あと、どうですか、フォアハンドスローよりバックハンドスローを優れてる点とか考えてきます？基本的にはやっぱりテイクバックの違いがあって、まあ確かに、いやマジで人それぞれだと思いますね。まあ自分は距離出すなら、それもちょっと話も戻ったんですけど、この270じゃなくて最後はこっちの230を選んだ、なんか理由とかありましたか？感覚とか予選からのあれとかありますか？予選は逆に練習がなかったんで、これ使うしかなかったんですけど、決勝の方は練習があったんで、なおかつ女子の人が2、3番で更新してたんです。なるほど。頑張ってやってみようってなって、やったら飛んじゃったから、これでいくしかない。3球投げてて、最後の一発はこれで、それももともと良かった。あ、全部2、3 3球でこれをね、すったら、こっちと。勇気いるな、それ。ディスタンスについて主催者側の今後の展望とか今大会含めてどう思ったか聞いてました。ディスタンスは一見して地味になりがちな種目ですが、僕演出をして楽しめるものにしたいと数年前から考えていました。距離の目安を表示したり、今回ですね、フラッグがあったりしますね。20何メートル、25メートル、3見やすい工夫がされていましたね。でその目安を表示したり、アナウンスで盛り上げて見ていて楽しいという少し表現ができたと思います。もっと分かりやすく落下地点が視認できる工夫や選手ここを認識してもらう演出をこれからも考えたいと思っています。それも含めて今後の展望ありますか？例えば今38メートル38メートル36、簡単に言えば夢の40メートル台、なんかありますか？ディスタンスについて。いや、そうです。でも40メートル欲しいですから、40メートル狙うっていうことと、次の大会あったら優勝するっていうことですか？また、大会があったらディフェンディングチャンピオンとして。大蔵銀座っていうのが強いですか？決勝メンバーに残ったメンバーが良かった。どうですか、ディスタンス見たと思うんですけど、映像は。
現地でもいいですけど、どうでしたか？実際に見てないです。見てないです。どうしたらそれ帰っちゃう。知らずに帰ったことさ。そういう人もいる。そういう人もいる。じゃあ現地で見てたと思うんですけど、まあそうですね。まあ現地で見てたんですけど、まあやっぱり自分ディスタンスあんま好きじゃなくて、なんか地味っていうか、まあなんか他の競技に比べて迫力がない。さっきありましたけど、地味になりがちな種目ですよ。でもやっぱそういう日本記録が更新とかそういうのが考えるとやっぱ恐怖を持ったりするんで、まあ、自分は30メートルをまず目指して頑張りたいかなって思います。今回日本記録更新された吉井選手にインタビューさせていただきました。そこのお二人もありがとうございます。俺絶対画角外だからこれ。いや、そんなの使うわけにない。使わないか。で、ディスクウォッチ、ディスクウォッチじゃない。今までカットで。カットです。これこそカットです。いきますじゃあ。はいお前ちゃん。思います。なんでかっていうと感覚っす。